おはようございます。ケンです。テスラが今逆風の中で静かに反撃を始めています。株価の下落、イーロン・マスクさんへの批判、ブランドイメージの不安、中国やアメリカでの競争激化、確かに課題は山積みです。でもその一方でロボタクシー、FSD、人型ロボット、そして新型モデル Y や製造戦略の進化といったテスラらしい未来の芽も次々に動き出しています。今日のこの動画では最新の11本のテスラ関連ニュースを元にお届けをしていきます。そしてこの先テスラが再浮上するのか、それとも厳しい状況が続くのか、投資家としてテスラファンとしてしっかりと見ておきたいポイントを一緒に考えていきましょう。それでは最初のニュースから見ていきます。まず最初のニュースはアークインベストのキャシーさんが語ったテスラの未来に関する非常に強気な見通しです。彼女は今後5年間でテスラの株価が1株2600ドルに到達すると予測しています。この発言はブルームバーグのインタビューで語られたもので、アークとしてはすでに過去からこの見通しを何度かアップデートしながら維持しています。ではなぜここまで強気なのか、その最大の理由がロボタクシーです。キャシー・ウッドさんはテスラのロボタクシー事業がこれから5年間で企業価値の中心になると考えています。さらに注目なのはテスラの人型ロボットオプティマスについても言及した点です。彼女はテスラの株価はまだこのロボットの可能性を織り込んでいないと語っていて、これも将来的なアップサイドになると見ているようです。もちろんテスラの株はここ最近大きく下がっています。記事ではこの4ヶ月で株価が大幅に下落したことにも触れており、キャシー・ウッドさんの見解はそうした状況を踏まえた上での中長期的な視点です。彼女のテスラに対するスタンスは一貫していて、短期的な売り材料よりも未来のテクノロジーに欠けているといった印象を受けます。この後紹介するニュースでも FSD やロボタクシーに関する動きがいくつか出てきますが、アークがどこに注目しているのかを先に理解しておくと、より全体像が見えやすくなると思います。次はそのロボタクシーや FSD に関する実際の最新動向を見ていきます。まず大きな動きがあったのが中国市場です。先日もお伝えしましたが、テスラは2025年の3月17日から4月16日までの期間限定で中国国内において FSD の無料トライアルを実施します。これはテスララティの記事によると、中国で FSD をより広く普及させるための戦略的な施策とされています。背景には中国メーカーの特に BYD などが自社の自動運転機能を無償で提供する動きを強めていることがあります。テスラとしてもこの競争環境に対応するため FSD の魅力をユーザーに体験してもらう機会を設けた形です。これまで FSD は一部のユーザーにしか導入されておらず、中国では利用率があまり高くありませんでした。そのためこの無料トライアルによってテスラはユーザーからのフィードバックを集め、今後の改善や本格展開につなげる狙いがあると見られています。そしてアメリカ側でもう一つ大きな話題があります。テスラがロボタクシー専用車として開発しているサイバーキャブに関する製造計画です。現在テスラはこのサイバーキャブを一つの巨大パーツで鋳造するギガキャスティング技術を活用しようとしており、その実現可能性を探っていると報じられています。この技術が成功すれば製造工程が大幅に簡素化され、生産スピードやコスト面でも大きなメリットが生まれます。サイバーキャブは完全自動運転前提で設計されるとされており、ステアリングやペダルが存在しない可能性もあるという点で非常に注目されています。このように中国とアメリカ両方の市場でロボタクシーや FSD に関する動きが加速しています。キャシー・ウッドさんが語ったテスラの未来はロボタクシーにあるという主題が現実に少しずつ近づいているように感じます。では次にここまでの成長戦略とは逆にテスラが抱えているブランドへの懸念について触れていきます。
ここまではテスラの成長に関するポジティブな話題を取り上げてきましたが、一方で無視できないのがブランドイメージの懸念とそれに伴う株価の下落です。2025年に入ってからテスラの株価は大きく下落しています。背景には複数の要因が絡んでいますが、よく指摘されているのがイーロン・マスクさんの政治的な発言やトランプ政権との関係性です。これが特にアメリカやヨーロッパの消費者の間でブランドイメージを損なっているのではないかという声があります。実際、ミネソタ州の知事がテスラは税金で補助を受けているくせに、マスク氏は政府を批判しているといった趣旨の発言をし、話題になりました。その後、この発言は冗談だったと釈明されましたが、市場ではこのような政治的発言も株価に影響を与える要因の一つとして見られています。ただし、これに対してパイパー・サンドラーは興味深い視点を提示しています。彼らはイーロン・マスクさんの行動が需要に影響を与えていないとは言わないが、2025年第一四半期の納車減少の一番の要因は供給制約にあると述べています。具体的にはテスラの主要工場の一部が数週間の稼働停止をしたこと、特にモデル Y の再設計に伴う生産ラインの調整があったと指摘しています。つまりブランドへの批判が需要減と単純に結びつけるのは正確ではなく、実際には供給の問題が大きく影響していたということです。また FBI がテスラとイーロン・マスクさんに対する脅迫行為の増加に対応するため特別タスクフォースを立ち上げたという報道もありました。これは企業としてのテスラが社会的にも政治的にも大きな影響力を持っていることの裏返しとも言えます。このようにテスラをめぐるネガティブな話題には複数の層があり、単なるブランドダメージでは説明しきれない複雑さがあります。そしてそうした逆風の中でもテスラは一部の市場で確かな成果を上げ始めています。次はノルウェーや中国といった海外市場でテスラがどのように存在感を取り戻しているのかを見ていきましょう。ここまではテスラの課題やブランドの逆風っていうところを見ていきましたけれども、実はその裏でテスラは着実に前進している市場もあるんです。例えば EV 先進国として知られるノルウェー。テスラはこの3月、ノルウェーで EV 販売台数トップに返り咲きました。さらにそこで始まったのが新型モデル Y の納車です。この新型モデル Y は内装の改良や快適性の向上が図られたアップデートモデルで、価格は据え置き、ユーザーからはコストパフォーマンスが非常に高いと評価されていて、欧州市場での存在感が再び強まっています。また中国市場でもテスラはユニークな戦略を展開しています。テスラ中国は公式ウェイボにて、競合は望遠鏡でやっと見えるほど離れているという少し挑発的とも取れる投稿を行いました。これは新型モデル Y が非常に高い競争力を持っているという自信の表れで、デザインや機能性、価格面で中国の他の EV メーカーを大きくリードしているというメッセージです。実際中国では BYD などが積極的に自動運転や低価格モデルで構成をかけていますが、テスラはブランド力と製品力で勝負をし、ユーザー層をしっかり確保しようとしているようです。つまりアメリカ本国での課題がある一方で、海外市場ではテスラの自力が発揮されている状況だと言えます。ではそうした中でイーロン・マスクさん本人は何を考えているのか、次は社内向けミーティングで語ったイーロン・マスクさんのメッセージをまたね見ていきたいなと思います。はい。ということで、ここまで様々な外部の動きや市場の変化っていうのを見てきたんですけれども、最後に紹介するのは先日行われたテスラ社内でのイーロン・マスクさんのメッセージです。僕の YouTube でもその内容を紹介しましたが、その中でイーロン・マスクさんは株価について社員に対して非常に象徴的な発言をしています。彼の言葉を要約すると、短期的な株価に一喜一憂するんではなくって、長期的な価値を生み出すことに集中しようというものです。実際ここ最近のテスラ株は大きく値を下げていて、社員の中にも不安を感じる人がいても不思議ではありません。そんな中でイーロン・マスクさんは目先の数字ではなく、自分たちのミッションやプロダクトに集中することを強く促した形です。この発言からはイーロン・マスクさんが本質的な価値を追求する姿勢を改めて社内に伝えようとしていることが伺えます。製品、
技術、社会的インパクト、その積み重ねこそが結果的に株価にも反映されるというメッセージです。さらに機関投資家側でもこの姿勢を支持する声があります。例えばカナコードジェニュイティはギガファクトリーの視察を通じてテスラの製造技術や FSD の進化、そしてロボタクシーへの取り組みに強い未来性を感じているとしています。パイパー・サンドラーもまた短期的な政治的ノイズよりも供給制約の解消と新製品の登場が今後の鍵になると見ています。そして彼らはテスラの目標株価を据え置き、長期目線での成長を引き続き評価しています。つまり外部の雑音がどれだけあっても中で働く人と長期で見ている投資家は同じ方向を向いているとも言えそうです。今回の動画では最新のテスラに関する11本のニュースをもとにテスラが今どんな状況にあるのか、そしてこれからどこに向かおうとしているのかを整理してきました。株価の下落やブランドへの逆風といった厳しい話題がある一方で FSD やロボタクシー、製造技術の進化、さらに海外市場での前向きな動きなどテスラは止まっているわけではなく確実に次のステージに向かって動き出している印象です。そしてイーロン・マスクさん自身も短期的な評価にとらわれずに長期的な価値の創造にフォーカスするよう社員に呼びかけています。ではあなたはどう思いますか？テスラはここから再び大きな成長軌道に乗ると思いますか？それともまだ厳しい時間が続くと感じますか？ぜひ皆さんの意見をコメントで教えていただければと思います。では最後にテスラの株価をチェックしていきましょう。本日は昨日とほとんど変わらない277ドルとなっております。はい、ということで本日の内容は以上です。今回の動画が参考になったと思われたら高評価をよろしくお願いします。僕の YouTube は毎日発信しています。僕の YouTube をご覧になってもらえばテスラの情報はほとんど網羅すると思いますので、チャンネル登録がまだな方はチャンネル登録をお願いします。では今日もご視聴していただきありがとうございます。テスラのある生活を楽しんでいきましょう。ではまた。通信です。テスラなどの EV に乗るなら太陽光での充電が最もスマートな選択肢です。特に N 型太陽光パネルは発電効率が高く、長期間にわたって安定した電力供給が可能なので EV との相性は抜群です。この YouTube を通じて N 型太陽光パネルを取り扱う SI ソーラーさんとご縁をいただきました。そしてこれから N 型太陽光をもっと多くの人に知ってもらい、導入のサポートをしたいと考えています。そこで太陽光パネルに興味がある、導入を検討しているという方のために向けて、無料相談フォームを作成しました。こんな方におすすめということで EV と相性のいい太陽光パネルを知りたい、N 型太陽光パネルの特徴やメリットを詳しく知りたい、補助金や導入コストについて相談したい、自宅の屋根でどれくらい発電できるかを知りたい、専門のスタッフが無料で相談に対応しますので、ぜひお気軽に活用されてもらえればと思います。はい、ということで本日も最後までご視聴していただきありがとうございます。素敵な一日をお過ごしください。ではまた。